こんにちは、はるかです。まいです。はい、ということで今週もまいちゃんと一緒にコラボ動画撮っていきます。イエイ3本目、ラストです。はい、で今日の動画でも最後にまいちゃんのトライアルレッスンのお得な情報をお伝えしているので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。お願いします。で今日なんですけど、私とまいちゃんがね、それぞれ思う日本のいいところ、悪いところについて結構本音で話をしていきます。面白い。そうそう。なのでぜひぜひ皆さん見ていてください。はい、それでは行ってみましょう。まいちゃんってさ、いろいろ海外行ってきたやん。で、私も海外いろいろ行ってきて、で、しかもまいちゃんって海外に住むっていう経験もしてきたと思うんだけど、やっぱさ、海外に行くと、なんか改めて日本のいいところに気づけたり、そうだね。逆に日本のこういうところって、まあ悪いって言い方も良くないけど、まだまだだなって思うところとかもあるかなって思うんだけど、なんか今までまいちゃん海外行ってみて、なんか日本のここって改めていいなって思うこととかあった？そうだね。まあやっぱり治安はいいなって、安全だよね、とは思うかな。確かにね。夜も一人で歩いててもね、そう全然大丈夫だそう。し。特にフィリピンに行った時は、やっぱり、まあ場所を選べば平気なんだけど、でもやっぱ場所を選べばっていう条件付きになるから、どこでも夜で歩いていいわけではないよね。っていうのはよく言われたかな。現地の日本人に。私もなんかアメリカとか行ってたら、もちろん夜一人で出歩くなんてことはできなくて。そうだよね。そう。だし、なんて言うんだろうな。向こうでは当たり前かもしれないけど、日本人にとって銃ってさ、身近なものじゃない？そうだね。けど、その銃が、一定、そのアメリカでは身近だっていうことも、私の中ではちょっと怖いと思う理由にもなっちゃって。そうだね。身を守るためなんだけど、そう、それが必要っていうのが怖くて。そうだね。やっぱなんか治安みたいなところで言うと、日本って本当に安全なんだなって。いやー、本当に思う。全然違うよね、そこは。ちょっと群を抜いて安全な国なんだなって改めて思ったかもしれない、海外に行ったことで。いや、わかる。ね、日本ってその朝でも夜でも、女の子が普通に一人で走ってたりね、歩いてたりするから、そこはね、本当にいいところだなって。本当にそう。あとはやっぱ綺麗かな。めっちゃ。そうね。それは絶対そう。道が綺麗だし、お店の中も綺麗だし、まあ食事とかの衛生面でもやっぱ綺麗なものが多い。そうだね。アメリカはどうなの？そのトイレとかさ、よく話に出てくるような気がする。そうだね。なんか、なんて言うんだろうな。まあ、場所によるって言ったらそうなんだけど、結構観光地とか行くと道も綺麗だし、トイレもある程度綺麗だったけど、田舎の方とか行くと、なんかトイレとかもちょっと汚かったり、なんかさ、日本ってさ、トイレは基本外から見えないじゃん。そうだね。なんだけどアメリカとかって結構下が空いてるのね。はいはい、よく聞くそれ。なんかね、なんて言うんだろう、それも結構衝撃だったし、日本とかってそんなんないじゃん。ないね。だから結構おーってなったし、トイレってさ、結構日本人大事にしてるじゃん。だから、そうだね、そういうのは結構思ったかな。まあ日本が綺麗すぎるっていうのもあるけどね、そこまで、なんていうの、別にトイレだからさ、そんな綺麗じゃなくてもいいというか、なのに、無駄にって言ったら悪いけど、すごく綺麗にするし、そこに慣れちゃってるから、そうだね。余計にね。それはあるかも。でも、あとまあ街が綺麗っていうのはすごいいいことだなと思うね。そうね、ゴミも落ちてないしね。まあだからまあ綺麗は一個思った。確かにね。あと、食べ物が美味しい。それは絶対そう。ね。なんか、私結構好きな料理で言うと、中華料理と韓国料理が多くて、で、正直ね、私、中国と韓国行った時は、めっちゃご飯美味しいってなったの。だから、日本食だけがめっちゃ美味しいって思ってるわけではないんだけど、結構、やっぱアメリカが私の中では結構大変で。そうだったんだ。そう、アメリカ行った時はね、もうめっちゃテンション上がったよ。もうピザ食べたい、ハンバーガー食べたい。そうだよね、そういうイメージあるかも。そう、だったんだけど、結構味が全部強くて、日本のご飯ってさ、味が薄かったり、そうだね。味が優しかったりね、多いじゃん。多いね。なんだけど、アメリカとかいると、ハンバーガー、ピザ、
ホットドッグ。うわ、ちょっと重いかも。そう。で、重たくてね、本当に胃がやられちゃって、もうサラダしか食べたくないになっちゃって。反動でね。そうそうそう。最初に多分張り切って食べ過ぎたのもある。正直。まあ、最初ってね、こういろんなもの食べたくなっちゃうからね。せっかくアメリカだからね。アメリカンの食事したい。それはそうだよね。そう。って思っちゃって、でも、だからアメリカから帰ってきて日本でお味噌汁とだし巻き卵とおにぎり食べた時にもう涙が止まらなくて美味しいみたいな。そうなんだ。お味噌汁だって感じで、そう、泣きながら食べた。まあそうだよね。そう。だからご飯が美味しいのもあるけど、ご飯がやっぱ合う。まあそうね。慣れだからね、結局ね。そうそう。でもさ、まいちゃんとかってオーストラリアで住んでたじゃん、セブでも住んでたじゃん、食事とかは大丈夫だった？そうね、オーストラリアは、なんか、そんなにヘビーじゃないんだよね。そうなんだ。ヘビーなものもあるけど、やっぱり、多文化なんだなって思った。いろんな国の人がいるから、いろんな国のご飯屋さんがあるし、でも、ホストファミリーのとこにいたときは、やっぱりパン系が多かったり、あとお肉、グリル、バーベキューするよとか、そういうのが多かったりしたけど、普通に外に出てレストラン探すときは、いろんな国の料理があって、逆に楽しめる。まあ全部高いんだけど、日本人からすると。でも、別にお金を気にしないんだったら何でも食べれるような感じはしたかな。日本料理もあるしね。あ、そうだよね。そうそう。高いよね。高い。アメリカもね、高すぎてさ、もう、食べれないよってなってた。そうだよね。なんかさ、一回、本当にラーメンが食べたくなっちゃって、オーストラリア行って1ヶ月ぐらいかな。もう耐えられないって思って、日本のラーメン屋さんがオーストラリアに店舗を構えてるっていうのを知ってたから、それを調べていったら、ラーメン1杯2500円やばいかなして、ってなって、でももう我慢できなくて食べた。そっか。いや、まあそうだよね。いや、でも高いね。高いでしょ。すごいね。まあ日本でも最近1000円とかするけどさ、2500円はちょっと高くないって思って、ね、そう。仕方ないのもわかるんだけど。仕方ないけど、まあでも食べるしかないよね。食べたいから。そうだよね。耐えれないからね。そうなの、そうなの。いや、それはすごいね。まああったかな。ご飯は、ちょっと困るとこではあるよね。日本人からすると。やっぱりこう自分が慣れた料理を食べたいよね。それはそう、本当に。だから、私海外に行くまでは、日本って綺麗だなとか、日本ってご飯が美味しいなとか、日本って治安がいいなとか、ってあんまり考えたことがなかった。当たり前だったからね、それが。まあなんかよく人が言ってるけど、実感はなかったって感じだったんだけど、実際にこう海外に行った時に、あ、本当にそうなんだみたいなところ、実感が湧いたし、私結構海外に行く前は、日本があんまり好きじゃなかったの。あ、そうなんだ。海外の方が絶対幸せみたいな。自由だし、とかね。私は絶対海外で行けるんだとか思って、で、初めての海外に飛び出た時に、なんか、海外改めて行って、その初めて行って楽しいし、やっぱり私はここで生きていきたいって思ったんだけど、で、2回目行くじゃん、で、2回目に行ったら、だんだん、ここも好きだけど、私日本も好きなのかも、みたいな。気づきが湧いてきて、そうでだんだんそれからいろんな国行く中で、私は別に日本も好きだし、この国も好きだし、あの国も好きみたいな、いいね。そう考え方に変わったんだよね、結構。そう、もともとは日本はもう早く出ていきたいみたいな感じだったけど、外を知って初めて自分の国を知るみたいな。大事だよね、理解が深まることって。逆にさ、海外に行ってみてさ、日本のここってちょっと悪いとこだなみたいな、まあその自分が思うね、ものってあった？そうね、なんか日本が悪いってよりは、海外はここがすごいんだなって思ったのは、すっごくやっぱフレンドリーで、みんなに対してフラットに接する感じがやっぱ日本にはないものだなって一番感じたかも。確かにそれはそうだよね。なんかさ、スーパーの店員さんもそうだし、エレベーター乗った時もそうだし、すれ違うだけでもそうなんだけど、みんな話しかけてくれるというかさ、そうそうそう。なんだろうね、話しかけなくてもにっこりしてくれるとか、敵意がない、関係ないわけでもないみたいな、なんか、いい一日を過ごしましょうね、みたいな感じの雰囲気が出てるというか。海外でさ、人と目が合うよね。合う。ね、日本ってさ、基本的にみんなちょっと下を見てるから。気まずいからね。そうそうそう。目が合うことがあんまりないんだけど、
海外行くと目が合う瞬間が本当に多くて、本当に。なんか一人じゃないんだなみたいな、孤独を感じづらいなって思った。確かに確かに。まあ日本のいいところでもあるんだけどさ、やっぱりこう、あんまり干渉しないじゃん。日本って他人に。っていう文化もあるから、こう、誰かが困ってても、助けた方がいいかな、どうしようかな、みたいな感じだし、だけど、海外とか行くとさ、そこが比較的、なんかハードルが低いというか。そうね、なんかみんな仲間じゃないけど、誰かが困ってたら助けるのは当たり前だし、みたいな感じの雰囲気がもうあるよね。助けたらいいじゃん、みたいな。誰も別に嫌がらないよね、みたいな感じがすごいあるかも。だからなんかそこら辺はね、なんかすごい、やっぱりいいなと思った。それはね、そう思う。特に、そのさっき、スーパーとかでもって言ってたけど、店員さんとお客さんとかの境界線もあんまりない気がする。確かに確かに。なんか、はいって言ってさ、普通にハワイユーって言うじゃん。なんかさ、そのスーパーの店員さんとかも、日本だったら、必要以上の会話をしないそうだね。ことが、まあ、お互いのためみたいな感じじゃん。だけど、向こうでさ、ハワイユーって言ってさ、最近どうとかさ、T シャツめっちゃ可愛くないとか。あるあるある。めっちゃ髪色可愛いんだけど、とか。最初困ったもん。そう。いや、そんなに聞かなくても、みたいな。ブランドとかでもないし、みたいな。あれ、何なんだろうって最初はびっくりするけど。そうなんだよね。日本に帰ってきた時にね、それがないのがすごい寂しいし、やっぱさ、日本ってさ、これあるあるだと思うんだけど、仕事を通して出会った人、会社の同僚とかのことを友達って絶対言わないじゃん。言わないね。ね。会社で出会った人のことは友達じゃなくて、同僚だよね。同僚とか、ちょっと離れた言い方すると会社の人。そうだね。みたいな。どんだけ仲良くても会社の人なんだけど、なんか私の中で結構そこも寂しさの一つというか、私たちお互いさ、福岡が地元じゃないから、まあ外から福岡に来てるじゃん。なんだけど、やっぱりさ、会社の人しかいない周りに。そうだね。友達がいない。それが全てだからね、コミュニティの。だったから結構きつくて、まあでもその中で舞ちゃんに出会えたからよかったんだけど、そうね、もう友達だからね。そう友達だからね。そうでも日本ってさ、その内側と外側の境界をはっきりさせる、それはある文化がすごい強いから、どうしても会社で出会えば仲間であり友達ではないみたいな考えが強いから、みんな本音を喋らないじゃん。なんか確信の部分は話さない感じ。ある日本人あるあるだねそれ。まあでもそのなんだろう。境界線があることで、私たちの当たり前が崩れてなかったり、それのおかげで多分いい思いをしてることもあるんだろうから、隠れてるだけでね。あれだけど、まあ経験して帰ってくるとちょっと逆カルチャーショックじゃないけど、あれってなったりするよね。私、きっとね、日本は逆に内側に入ることで、安心感が得られる時もあるじゃん。確かに。ね。境界線があるからこそね。そうそうそう。だから日本が嫌かっていうとそうじゃないし。そうね。そうそうそう。日本は好きなんだけど、私たちにとってはこう思うっていうだけ。そうね。でも絶対この文化が生きやすい人もいるから、やっぱ難しいよね、そういうのって。そうだね。そう。っていう感じですね。はい。なんで、結構日本にね、留学とかワーホリとか来る人ももしかしたら見てる方いるかなと思うんですけど、日本って本当に全然フレンドリーじゃない国ってわけではない。そう。フレンドリーな人もいます。いるんだけど、そうじゃない人もいて、やっぱりなんかそういうところで難しくてね、空気を読んで、お互いにちょうどいいラインで会話をするっていうことは結構あって。で、私たちは結構ね、フレンドリーなタイプだから。そうだね。いろんな人と話したいと思ってるので、そういう人も日本にはたくさんいるので、はい、ぜひぜひ、あんまり不安に思わず、来てみてください。はい。はい。ということで、今日の動画以上になります。で、舞ちゃんのトライアルレッスンなんですけど、私の今動画の概要欄にリンクが貼ってあります。トライアルレッスンはこちらっていうリンクがあるんですけど、そこからね、予約をしてもらうと、トライアルレッスンのディスカウントが受けられます。で、これはこの動画限定で、舞ちゃんが今回準備をしてくれました。で、コラボ動画の1本目の動画ですね、に、詳しく、そのトライアルレッスンどんなものなのとか、どんな人が受けてるのとか、そういったことをお話ししてるので、気になる方、見てみてください。お願いします。で、ディスカウントが、来週の7月の26日までが期限になります。26日までに予約すれば、ディスカウントが受けられます。もう本当にこの動画だけなので、ぜひぜひちょっとチェックしてみてください。待ってます。はい。ということで、今回の動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。またねー。